はい、皆さんどうもこんにちは。オックスアウトでございます。今日ね、皆さんにね、ちょっとご紹介するデバイス、やばいっすよ。それがね、このカメラの上についてるこの白いやつ。これがですね、なんとスマートフォンとか iPad をカメラの外部レコーダー、外部モニター兼ストリーミングデバイスに変えるっていうね、ちょっとね、とんでもない商品になってます。みんなもね、iPhone をなんとかして外部モニターにして、できねえかなって考えたことあると思うんですよ。で、確かにソリューションはあったんですよ、これまで。その多くが、無線によってこの映像を飛ばすっていう方式だったんで、結構レイテンシーが激しくて、ほんとサブモニターぐらいでしか使えないっていうものが多かったんですけど、このね、アックスンの SIMO は、なんとね、有線でちゃんとこの iPhone、iPad に映像を送れるんですよ。なので、すごい低遅延で、なおかつ、この iPhone のスクリーンですからね、通常のモニターより画面が大きくて見やすいので、こうやってね、ピンチインとかして、ピントが合ってるかどうかっていうのも、簡単に確認することができたりします。すごく映像も綺麗だし、なおかつ動作もサクサク動くは、いろんなね、映像用のハイエンドモニターについてるようなツールっていうのももうほぼフルで搭載されているので、これはすごい使ってみたけど便利です。で、なおかつ、これね、値段がそこまで高くないんですよ。日本円でだいたいね、25,000円ぐらいで買えます。なので、25,000円出せば、iPhone を持ってれば、それだけでね、ほんとハイクオリティな、モニターが手に入るっていうことでね、これはちょっとね、おすすめしたいアイテムの一つだなぁと使ってみて思います。じゃあね、この SIMO の外観をちょっと見ていきたいなと思うんですけれど、まずね、これを動作させるには、ソニーの NPF バッテリーが必要になります。正面から見て左側には、HDMI インプットと、5V のね、USB Type-C のアウトプットがついてます。なので、ここから他のね、ちょっとしたアクセサリーにこうパワーを送るなんていうこともできます。で、右側には、電源ボタンと、あとはね、バッテリーの残量インジケーター。で、さらには、ビデオアウトがついてます。で、このビデオアウトから、iPhone であれば、ライトニングケーブルを経由して、この iPhone にね、映像を送るっていう感じで、動作します。電源とホルダーを分離することができて、でこの電源部分だけを iPad の専用ケージに、装着することによって iPad でもね、使えることができます。もちろんなくても使えるんですけどね。さらにチルト可能なホットシューと、この SIMO 本体に取り付けるね、こういった、なんていうのこれ。クランプ僕が今ここでね使ってる NPF バッテリーが結構でかいやつなんで、ちょっとレンズに干渉してこれ以上倒れないんですけど、でもね非常に角度つけて撮影しやすいし、見やすいなと思います。この SIMO の上にもホットシューがついてるので、マイクを使いたいとかっていうことであればこんな感じで、マイクを取り付けて、使ったりなんていうこともできます。じゃあ次はね、早速、この SIMO を通じて iPhone に映ってる映像がどんな感じで出てくるのかっていうのをね、確認していきたいなと思うんですけど、まず今皆さんが見てるこの僕のメインカメラ。このメインカメラのHDMI アウトプットからぐーっと来て今この SIMO に入ってます。で、実際に映ってるのが、こんな感じですね。で、僕が見る限り、すごいね、遅延が少ないです、本当にやっぱり。もちろんね、さすがにゼロとは言わないんですけど、でも本当数フレームですね。無線で飛ばすとかっていうよりも全然早いし、普通の外部モニターを使って、発生する遅延と、ほぼ同じぐらいだと思ってもらって構わないと思います。で、この画面をまずタップしてあげると、こんな感じでメニューが出てきます。上の方にあるのがメニューで、下にあるのがツールの一覧ですね。上の方から見ていくと、現在ね、このビデオインプット入ってきてるシグナルが、1080p の、24fps で、となってます。で、レコーダーで記録するときは H264 でレックして、で、レックの秒数とか、この辺はね、ちょっと後でやっていきます。で、あとはオーディオインプットが 48K の16ビットで、エンコーダーが AAC という風になっていて、で、一番右にあるのがこれメニューですね。で、このメニューを開くと、ビデオビットレートっていうのと、あとは、下にあるこのツールですね。このツールで自分が実際に使うものだけをこうやってオンオフして、切り替えていくみたいなことができます。もうほんとこんだけいろいろあるんですよ、メニューが。これも後でね、ちょっと1個ずつ見ていきたいなと思います。じゃあそしたら次はこの下にあるツールをいろいろ一気に見ていきたいなと思うんですけど、で一番左にあるのがグレイスケールですね。はい、白黒になります。で、次がこれレッドチャンネル、RGB のチャンネルをそれぞれ確認できます。で、その隣が、ヒストグラム。で、そのさらに右が、ウェーブフォームが表示されるようになってます。これちょっと一番右のこの
歯車アイコンを押すと、メニューが出てくるんですけど、ここでそれぞれの下のツールの、ちょっとしたね、調整をできます。例えばこれ今 RGB になってると思うんですけど、これレッドですね。これグリーンに変えると、さっきの RGB チャンネルが、の色が変わります。ブルーだったらブルー。これがちょっとね、あるんだけど、一体いつ使うんですかね。僕にはわからないです。で、ヒストグラムも、その種類を変えられたりとか、あとはそのヒストグラム自体のサイズですね。ヒストグラム。例えば、こう、ちょっとでかくしたり、めちゃめちゃでかくしたり。わかります？こんなバカみたいにね、でかいサイズで表示することもできます。あとは場所も、左上から右上、左下、右下、真ん中と、こういうのもね、お好みで、調整することができます。で、それぞれのツールの本当、いろんな、設定をここで変えることができます。これがフォーカスピーキングですね。ちょっと僕のエッジが赤くなってるのが見えますかね。はい。ラットは、標準で、ルック。これが、いろんなラットが最初から入ってます。で今僕が使ってるのが、ソニーの S-Log3 シネ LC709 っていう、S-Log3 用の、ラットをここで当ててます。で、ちなみにこのラットなんですけど、レコードした動画にこのラットを焼き込むってことは今のところできないんですよ。この辺もただソフトウェアアップデートでね、今後改善されていくんじゃないかなと思います。せっかくね、レコードできるのに、ラットで色が当てられると、ほんとそのまま外でここに録画してすぐソーシャルメディアとかに共有できるっていう、ことが使い方ができるので、これはぜひ対応してほしいですね。で、その右を見ていくと、そのいっぱいあるんですよ、まだ。これがゼブラですね。ゼブラが見えたり、あとこれフォルスカラー。このフォルスカラーが使えるのいいですね。僕、ヒストグラムとか、ウェーブフォームとかで見るより、やっぱりね、露出取るのはこのフォルスカラーがあるといいなっていう、気がするんで、これがあるのはやっぱりちょっとね、プロ用モニターって感じがしますよね。で、さらに、オーディオレベルです。ちゃんとこれ今、このオーディオが HDMI 経由で入ってきてるんですよ。iPhone にオーディオが入ってくることによって、いわゆる iPhone と接続している、例えば、イヤーポッドじゃねえ、エアポッドとかで、音をモニターするなんてこともできるんですよ。ただね、ちょっとやっぱり、遅延が少し発生するので、でも本当ね、この AirPod とかで気軽にオーディオのレベルとかを確認できるのはね、非常に便利かなと思います。で、その次がモニターするアスペクト比を変えることができます。これもあると便利ですよね、地味に16対9とかはね。で、その右が、これがですね、スクイーズ。いわゆるアナモルフィックレンズとかを使った時に、ちゃんとここで適正にモニターができるように、画面をどんどんスクイーズしていく、っていうものがあります。で、その右側には、グリッドを表示できたり、さらにその右にはですね、これディスプレイレベルを変えるやつですね。出力される信号の、式位置です。で、さらに、その右には、これ画像のクリップですね。左右反転しかないんですけど、使うときは結構使うかなと思うので、これもあったりだとか、あとは、で、その右側にあるのが、画像をね、こんな感じでオーバーレイするっていう、ちょっと何に使うかこれもよくわかんないんですけど、とりあえずね、リコさんの手料理をここに載せときますね。リコさんのご飯は美味しいです。で、そのさらに右に行くと、これスクリーンセーブで、これでね、スクリーンショットを撮ることができます。はい。というわけでね、こんな感じでざっと、下にあるツールをいろいろ見てきたんですけど、大体必要なものは揃ってます。一部、パラメーターでもうちょっとここいじりたいな、みたいなところがあったりもするんですけど、でもそれもね、今後のアップデートでどんどん改善されていくんじゃないかなっていうふうには思います。で、この SIMO で扱える、動画の、解像度だったりフレームレートの最大値が 1080p の MAX60fps までとなってます。なので、ここでね、4K 映像を記録するとかっていうことはできないんですけれども、でもね、こういう用途であれば 1080p とかでも全然十分かなと思います。次に、ここで録画した映像のクオリティがどんなもんかっていうのをちょっとチェックしていきたいなと思います。実際にここで、はい。これで今、レック開始しました。で、今ね、こっちのメインカメラで撮ってるのが、4K24fps なんで、こっちのね、1080p の 24fps と比べて、どんなもんですかね。そんなに、画質は悪くないと思いますよ。
はい、実際にもうちょっと拡大してみるとこんな感じですね。でこれだとねYouTube の画面だとほとんど違いわからないんじゃないかなと思うんですけど、4倍ぐらいまで拡大してみるとこんな感じになってきます。さすがにね 1080p なんで拡大がっつりしていくとさすがにわかるんじゃないかな。でも画質的には本当十分なクオリティが得られるんじゃないかなと思います。でさらにこのレックの下に、ライブっていうボタンがあるんですけど、これポチって押すと YouTube とか Facebook とかあとはカスタムってあるんで、YouTube だったらこれ YouTube 選択して、ストリームコードとかを選択してあげるとここでいきなりねライブ配信ができるっていう、これは欲しい人にはめちゃめちゃ欲しいんじゃないですかね。でパターンも3種類まではこうプリセットして保存できるので、すぐこう YouTube とか、Facebook だみたいなところに選んでこう Go ライブってやればすぐ配信が、スタートするっていう感じかなと思います。はい、というわけでね、このアックスンの C も、今見ていただいた通り、非常に便利なアイテムかなと思うんですけど、最後にちょっとね、気になったところっていうのもお話ししていこうかなと思うんですけど、ただね、ぶっちゃけそんなないんですよ。確かに、まずこの素材、材質はね、すごいこう、プラスチッキーな感じがしてて、正直高級感があるようなアイテムではないんですけれども、ただね、それは言っても、この値段なんで、仕方ないかなと思います。ただメタルとかだったりすると若干重くなっちゃうんで、それはそれでどうかなっていう気がするのと、あとはね、このね、iPhone を挟む時のクランプあるじゃないですか。で僕ね、これ嫌なのが、こう挟んだ時に、もう少しね、ここのホルダーのところに、しっかりとした溝があって、でそれでね、この iPhone の横についてるボタンに干渉しないようになってれば、ちゃんとこうセンターまでこうグッとずらせるんですけど、これやっちゃうとほら、こういうのが出ちゃうんですよ。これはね、ちょっといけてないかなとは思います。あとはね、色くらいかな。僕はグレーっていうより黒とかの方が良かったかなっていう気はするんで、そんくらいですね。はい、というわけで、今日はですね、このアックスンの CMO を紹介したんですけれども、本当におすすめできるデバイスになっているので、モニター今持ってないし、確かにあると便利だなぐらいに思ってる人だったら、もうこれを買っとけばまず間違いないかなと思います。あと一つ言っておくと、このアックスンの CMO は、iPhone 専用のデバイスになっているので、Android では使うことはできません。Android 用のものは確かね、別のものがあったと思うので、詳しくはね、ちょっとホームページとか確認していただければなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。良かったよという方はね、チャンネル登録とかいろいろもろもろやっていただいて、また次の動画でお会いしましょう。ピース。